今回は南フランスの町アルルを歩いてきたので、その様子をちょこっとご紹介します。皆さんこんにちは。南仏在住のジュンです。まずはこちらアルルの駅です。小さな駅なんですが、中には売店があって無料のトイレもありました。地味にありがたいポイントです。私たちは駅前にある無料の駐車スペースに停めました。そこから旧市街までは歩いて5分ぐらいです。とても便利な立地で、駅前なのに逆に無料でいいのと不安になってタクシーの運転手さんに確認しました。やっぱり街は石畳が多いので歩きやすい靴がおすすめです。6月の南仏は日差しがもう夏のように強いんですが、日陰に入るとびっくりするぐらい涼しいんです。あとは風がある時も結構涼しく感じます。なので羽織物は必ずあるといいと思います。観光地だけあって要所要所に案内の矢印が出ているので方向音痴でも大丈夫。この日は日曜日なんですが、個人経営のお店は定休日が多かったです。散歩。さて、まず向かったのが私が美術館と勘違いしていたゴッホ財団。中に入ってゴッホの作品はどこかなと探しながら歩いていたら、なんと出口に出てしまいました。この日は入ってすぐのところに2作品ありました。ゴッホの作品がいっぱいあるのかと思っていたら、そういう場所ではなくて、ちょっと肩透かしを食らったような気もしましたが、お土産コーナーはエコバッグとかノート、靴下、扇子などいろいろ充実していました。次はレアチュー美術館へ。あまり予習していなかったんですが、すぐ近くで有名で無料なので行ってみることに。途中でローヌ川が一望できる場所があって、スイスから流れて地中海まで続いているんだなって考えると、なんかスケールが大きいな、地球は偉大だなって感じました。
フランスの美術館第1日曜日無料は入り口にも受付にも書いてないことが多くて、本当に毎回ちょっとドキドキします。さっきのゴッホ財団は7月8月はハイシーズンだから有料になるそうです。中に入るといきなりピカソの作品。なんとなく私でも描けるんじゃないかって思ってしまうのは私だけじゃないですよね。スマホですぐフランス語の説明を日本語に翻訳できてすごい時代だなとしみじみ感じました。そもそも今回アルルを訪れたのは原田マハさんのたゆたえども沈まずという本がきっかけでした。読んでいるうちにゴッホの作品に興味が湧いて、そしてアルルに来てみたくなったんです。編集をしていて思ったのが、行きたかった場所が結構他にあったんだなということ。また本格的な暑さが来る前にもう一度ゆっくり歩きたいです。10年ぐらい前にも夫とアルルを散歩したことがあるんですけれど、その時と印象が全然違って、今回は街が綺麗で、建物は古いですけれどもちゃんと管理されている感じがあって、あとゴミも少なくて犬の落とし物も見ませんでしたね。もしかしてすごく気持ちよく歩けました。お昼ご飯はケバブ屋さんがあったら食べようということだったんですが、通った道には見当たらなかったので、念のため朝ささっと作ったサンドイッチをローヌ川沿いで食べました。それはそれでちょっとピクニック気分で良かったです。そして最後はリュマという場所へ。ずっと気になっていた場所で、遠くからこの建物を何度も見たことがあるんです。中は一部有料の展覧会がありましたが、それ以外のスペースは無料でした。9階には展望台があって、アルルの街を一望できます。誰もいない。で、目立っていたのがこの大人でも滑れる螺旋状の滑り台です。滑り始めてから下に着くまでほんの数秒なんですけれども、感覚としてはもっと長く感じました。Attention ta tête. À toute.南フランスアルルの街はいかがだったでしょうか。
興味を持っていただけたら高評価、そしてチャンネル登録お願いします。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。アビアント。